視聴ありがとうございます。さて今回は三菱ランサー EX ターボ燃料タンク補修編。前回までの状況はタンクを下ろしてストレーナーフィルターを確認したら、タール状の謎物質で目詰まり、そして今回は外観を補修したり、溶接もできないくせに穴を開けてタンク内コーティングもします。最後までゆっくりしていってね。前回は薬剤でタールやサビを落とし、洗浄のために水を使用したわけですが、この隙間に水分が溜まりやすく、これ以上錆びさせるわけにはいかないので、内部を完全に乾燥させたいと思います。上下を合わせたモナカのような構造。チョコモナカ大好き。表から上下溶接面を重点的に、ガスバーナーで隙間に溜まった水分を熱して蒸発させるイメージ。タンクにバーナーを使用する際は必ずガソリン周期がないことを確認。一度中に水を入れてしまうとなかなか抜けきらないので、さらにドライヤーで熱風を送り、湿気を給油口から吐き出します。表面温度を触って確認しながら確実に乾燥させる必要があります。へこんだ部分を引っ張り出すため、紙やすり80番で表面を荒らします。スタッド溶接板金も考えましたが、タンクテーブで失敗して穴でも開けたり、裏側に与える熱の影響が心配だったり、何よりやったことがない素人なので、今回は見送りました。ここにホットボンドで器具を接着して、スライディングハンマーで引っ張り出す計画です。果たしてボディ板金のようにうまくいくでしょうか。ネット通販で約1500円で購入。この赤い部分をハサミに接着して、金具を装着して引っ張るようです。そしてスライディングハンマーと小さいタブにホットボンドスティック。もともとグルーガンは持っているので付属しないこちらの商品にしました。詳しい日本語説明書もついていました。当ネット通販で約2000円でした。グルーガンの予熱をしている間にタンクの方も軽く温めておきます。
大きいのと小さいのを使ってみます。ホットボンドがグルーガンを出た後、タンクに触れて冷えて固まらないようにタンク側も少し温めながら金具をつけてスラハンで引っ張ります。全くびくともせず一瞬で浮き上がり剥がれました。ホットボンドでは厳しいのかな。もう一つの小さい方でもやってみます。上下に割れました。T 字になっていますが強度が足らず下半分を残して割れてしまいました。もう一度やってみます。長い方の器具を再接着します。タンク側はびくともせず1ミリも戻らない。これでは日が暮れてしまいます。残骸を片付けようとしますが接着は完璧のようで問題は引っ張る力、チェーンとウィンチで引かないと無理な気がしてきました。てこの原理も利用するようにして手持ちの工具でなんとか工夫します。相変わらず1ミリも戻りません。C 型クランプに交代して特大モンキーを刺して今度は手前にクランプをつけて再びバイスプライヤーに交代して丸棒ヤスリを使ってトンカチの絵をへこみに渡して力を入れてやっぱりダメでした。いずれにしろこの作業を何回か繰り返す必要があるにもかかわらず1ミリも戻らないのでは効率が悪く手持ちの工具では限界と判断し引き出す板金は諦めます。残ったホットボンドを清掃。悩んだ挙句に作戦を変更します。へこみの反対側が少し高くなっています。この部分を切り取り穴を開けタンク内側から棒で叩き出す作戦に。音が響かないように毛布をかけました。磨いてサビを取ります。できるだけ小さな穴にしたいので角度と範囲を見極めながらディスクグラインダーでカットします。最
最終的にこの穴はタンクライナーでコーティングを利用して塞ぐ予定です。切り出した板の裏側も錆はなく、吸口の真下も綺麗です。面取りして切断面を整えます。叩き出す前に柔らかくするため十分に加熱しておきます。内側に無駄な傷をつけないように樹脂の棒を見つけてきました。戻り具合を確認しながら打つべし打つべし。場所によってはバールを使い平坦かつ均一を目指します。出しすぎた部分はバーナーで熱してハンマーで微調整します。へこんでいた部分は元の高さに戻り、なかなかいい感じになりました。内部から見てみましょう。よし、OK。タンク内コーティング作業に入ります。ワコーケミカルさんのタンクライナーで施工します。本来は二輪用ですが、この旧車も鉄タンクだから問題ないと思います。ただし二輪と違い内部が複雑で細いパイプなどを塞がないように施工には十分注意が必要です。容量も違い説明書通りにはいきません。以前に VMAX で使用していますが扱いやすかったことと実績があるので今回も購入しました。 VMAX の時はタンク内の状態が悪くて施工しましたがランサーは比較的タンク内の状態は悪くないので本来は必要ないレベルだと思いますが今回タンクを下ろしたついでとこれから30年の安心のためと最大の理由はこの大きく開けた穴を内側から塞ぐためです。初めからタンク内コーティングするつもりだったから思い切って穴を開ける決断ができました。タンク内に液を回した後100ミリ以上余った液を排出するとなっていますがタンク容量が倍なので排出せず全量を全体に回すつもりです。
入り口からタンクまでのパイプもコーティングしたいので、少しずつ入れては回転させて角度を変えて、すいません、見切れています。少し入れては角度を変えて、少し入れては角度を変える。少し入れては角度を変えて、少し入れては角度を変える。サラサラした液体なので扱いやすく、流れて通過するとコーティングされます。自ら開けた穴から内部が確認できて、結果的には役に立ちました。最後は開けた穴から燃料投入します。タンク内の上面はパイプ類が多く、四輪車の構造上ガソリンが触れている時間も少ないので、コーティングは必要ないと判断し、まずは側面を重点的に液体を回していきます。開けた穴から内部を確認しながらコーティング剤を転がしています。この後一旦熱を入れて乾燥します。続いて開けた穴の蓋を作ります。養生テープで型を起こします。切り抜いた元の板は使えません。ディスクグラインダーの刃の厚み分小さくなっていて隙間があるから、アルミの板でジャストサイズを作り、隙間なくぴったりとはめ込みます。当たる部分を削り調整します。何度か成形して同じ形に加工。養生テープで支えつつ仮固定です。スライチになるようにはめ込みました。2回目のコーティング作業に入ります。主材と固化剤を混ぜて攪拌します。一気に原料を真上から投入します。2回目は底面全部を重点的に施工。そして余った液をすべて穴を開けた裏側のへこみに流し込んで塞ぐことが2回目の最大の目的です。そして給油口の下に液を集めています。液を側面に移動させています。失敗は許されない緊張の瞬間です。一気にひっくり返します。ドライヤーを給油口にセットして同時にバーナーで熱を加えます。
から穴を塞ぐことが狙いです。説明書では全体を段ボール箱に入れて80度で20分加熱とありますが、大きな段ボール箱がないので外側からバーナーで熱しています。ドレンキャップのネジ穴養生を外します。エア抜き穴を塞がないように線をしていたので除去します。貫通を確認しました。そして自ら開けた天面の穴周辺を再度念入りに加熱しておきます。乾燥後の硬さを確認してみます。上下逆さまにした時にできた雫です。ドライバーでついてみますが全く潰れないくらい硬いです。内視鏡カメラで見てみましょう。入ります。あまり綺麗とは言えませんが全体に隙間なく塗料がついていて側面のサビや地金は見当たりません。これなら二度と錆びることはないでしょう。右奥は給油口の真下です。そして問題の水から開けた穴の裏側です。このへこんだ部分です。うまくへこみに溜まってくれたようです。表から見ると隙間からはみ出して穴を塞いでカチカチに固まりました。狙い通り成功です。穴の周辺のサビを落として地金を出して表面を整えます。このままでは上からの圧力に弱いのでさらに耐油耐水メタルパテで上から補強して強度を出します。内側からコーティング剤で外側からメタルパテでアルミ板を挟み溶接ではない方法で塞ぎました。表面も研磨して整えて最終的に塗装します。完全にアルミ板は一体化しました。ドレンキャップの裏にフィルターを合体。謎物質が乾燥して粉になっていました。再度念入りに清掃しました。新品同様になりました。対ガソリン液体ガスケットをキャップの傘部分に回しながら塗布。指で薄く均一にならして本締めして完了。パテ盛りをするのでお金を出します。
フォルツさんの補修パテ。よく混ぜて適当なトレイに出します。量は大体の勘で適当です。足らなければ2回でやります。規定量の硬化剤を出して混ぜます。このパテは初めて使うので効果のタイミングが分かりません。とりあえずできるだけ早く手際よく盛り付けます。いっぺんに高く厚塗りするとヘラに引っ張られてパテが移動しコントロールが効かなくなります。今回は1センチ以内のへこみにまで修正し、このパテも滑らかだったので問題なくできました。硬化剤との化学反応を早めるためバーナーで軽く熱を加えます。パテが固まるまでの間に付属のホース類を作り直します。某ネット通販で燃料ホースを購入。内径6ミリ、8ミリ、10ミリ、12ミリ、それぞれ切り売りで4種類です。特に亀裂や漏れはありませんでしたが、せっかくだから交換しておきます。新しいホースも完成しました。そしてモーター音が大きかった汎用車内品の燃料ポンプを外し、今回は別の車内品に交換します。説明書付きで極めて純正に近いです。ちなみに純正品、汎用車外品、そして今回の専用車外品、純正より若干小さいものの問題なし。商品説明欄に純正同等品として純正部品番号が表示されていました。今までつけていた汎用車内品を外し、ベースに新しいポンプを付け替えます。さすが同等品です。ホース取り付け部のピッチも K も同じで加工不要でした。燃料ゲージのゴムパッキンにシリコングリスを塗って組み付け、燃料ゲージ取り付け完了です。キャニスターを取り付け、タンク上面の錆落とし、パテも固まったので研磨します。こんな感じになりました。まずは速乾錆止めスプレーで下地処理しました。ひっくり返して底面でちょっと993の袋で塗りました。
製黒で塗りました。ボディとの隙間を維持し、配線を守るクッションだと思います。元通りに貼り付けました。新しくなったエア抜きホースを接続。リターン関係のホースも接続。そして一番太い燃料ホース取り付け。見えない場所ではありますが、せっかくだからタンクを取り付ける前にしっかり防水処理しておきます。ここはリアバンパーの内側です。だいぶ錆が出ています。表に色が飛ばないようにマスキング。合成ブラシで塗装しておきます。それではいよいよタンクを取り付けます。おっと、給油口から先に入れないと狭くて身動きが取れないので、閉所恐怖症になりそうです。急いでナットを締め付けます。1個でもつけば手を離しても大丈夫。給油口を整えてキャップを戻します。トランク底のサービスホールから燃料ゲージの配線を接続。リターン関係をボディ側と接続。燃料ポンプをタンクのホースに接続。配線コネクターを接続します。ベースをボディに取り付けて、エンジンルーム域の配管に接続。タンク周りの取り付け完了いたしました。補修したへこみもこんな感じです。1ヶ月ぶりに馬から下ろします。外しておいたバッテリーをつなぎます。コマジェさんからガソリンを頂戴し、タンクに入れたので見てみましょう。給油口からタンクまでの通路もきれいにコーティングされています。新しい世界が見えてきました。透明なガソリンで底がよく見えます。しかしこの状態も30年経つとそこにパールが溜まってドロドロになります。定期的に燃料添加剤を投入して分解するしかないのかもしれません。それではいよいよエンジンをかけます。もう少しだ、頑張れ。きたー。
後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。